ユニット結成のエピソードか。それは千代。構いません。お嬢様のプライベートに踏み込まない範囲でですが。千代らしいね。始まりはまだユニットを結成する前、この3人でとある音楽フェスに出演した時。あ、りょう、ちょうどいいところに。千代を見なかった？今度のフェスについて確認したいことがあって。私も探してたとこなんだよ。振りの最終確認しときたくてさ。そっか。もしかしてプロデューサーのところかな。ちょっと行ってみようか。ふざけるな！あ、千代。私たちあんたを探してたんだけど、どうも出直した方が良さそうだな。仕事のことでしたら何も問題はありません。それでは。千代、荒れてるね。千歳が倒れたばっかりだろ。無理もないさ。仕方ない。私たちだけで確認しようか。そうだね。プロデューサー、今度出演するフェスについてなんだけど。みんなお疲れ。差し入れのフェス飯ってあれ、何この空気。すっかり燃え尽きちまったってわけでもなさそうだな。どうしたよ。いいライブだったと思うぜ。ありがとう。私たちもいいライブだったとは思ってるけど、なんていうか。ライブ自体は悪いもんじゃなかった。ミスもなかったし、成功したのは間違いない。けど、どうにも不完全燃焼だな。やっぱり音楽フェスはアイドルライブとは一味違うね。バンドやミュージシャン、アーティストがいっぱいいて、いろんな刺激をもらったよ。いろんな意味で。りんちゃんの気持ちわかるな。ロックは常に限界をぶち破ってこそだもん。ビシビシ刺激されてもっとやってやろうって思うよね。もっとやれたか。確かにな。私もそう思うよ。けどまあ、今の私らなりのベストは尽くしたんだ。なんだ？匠、どうかしたか？いや、なんでもねえけどよ。なんだよ。まあまあ、納得いってないんだったらまた次頑張ればいいじゃん。それはそうかもしれないけど。ねえ、千代は。仕事は終わりましたし、私はこれで失礼します。お疲れ様でした。おう。ありゃ、行っちゃった。千代ちゃん、やっぱ大変なのかな。
大事なダチがぶっ倒れちまったんだろ。他のことを考えられねえのも仕方ねえよ。千歳のやつアイドル辞めるかもっつう噂も立ってるし。え？けど噂は噂だ。真に受けて思い詰めすぎんのもよくねえ。適度にガス抜きしてやれればいいけどよ。ああ、そうだ。今更だけど二人とも見に来てくれてありがとな。もともとこのフェスは見に来る予定だったし、3人が出るって聞いた時は意外で驚いたけど、今日まで楽しみでテンション上がりっぱなしだったよ。うざってえことぶっ壊していく。ロックっつうのはやっぱいいな。たくみんももっとロックに染まってこうよ。私たちはそろそろ出るね。早く帰らないと規制退場が。2人ともありがとう。差し入れもね。また事務所で。あのさ、りょう、千歳のことなんだけど。ああ、辞めるかもしれないって噂だろ。どうにか引き止められないのかな。辞めたいんなら辞めてもいいんじゃないか。歌もアイドルも半端な覚悟でやれるもんじゃない。何より夢を追うには挫折や壁も多い茨の道を進むしかない。それでも諦めずに進んでようやくつかめるのが夢だ。やめちまう方が楽ならそれもいい。そっか。歌をもっと高めたい？以前からこの間のフェスでも思ったんだ。私まだまだもっと高みを目指したいって。でも何が足りてないのかまではピンときてなくて、りょうから見てのアドバイスないかな。そうだな。歌ってのは表現方法の一つだ。それは前も話したよな。ミュージカルの時に。あれからいろいろ考えて感情を歌で表現することは頑張ってるつもりなんだけど。そこは確かに悪くない。成長しててすげえと思うぜ。けどリンは真面目すぎるんじゃないか？真面目？そう。リンは視野も広くなってきたし、いつも冷静で落ち着いてる。だからこそリン自身の自己主張がいまいち見えなくてさ。歌詞や曲のテーマ性、歌が持ってるものを感情込めて表現してやるのはもちろん大事だ。けど歌うことはリンの自己表現でもあるだろう。私の自己主張か。できてないとは言わない。リンがこれまで意識してこなかったとも思わない。でも弱いとしたらきっとそこだろ。誰にも嫌われない、批判されない表現なんてない。視野が広くて客観的にものを見られるからこそ、嫌われてでも主張していく覚悟ってやつが必要なんじゃないか。なるほど。確かにそうかも。嫌われても主張したいことなんて考えてなかったな。
ありがとう、りょう。ちょっと胸のモヤモヤが晴れたよ。自己表現、意識してみる。どういたしまして。またバラバラの仕事に向かっていくんだろうけど、困ったことがあればいつでも聞くからな。俺、プロデューサー。なんだ、聞いてたの？その思わせぶりな反応は、もしかしてあたしらに仕事か？そりゃ願ってもないな。ちょうど二人とも新しい挑戦がしたいとこだったんだ。歌の合宿はすごく嬉しいけど、千代も今大変な時期なんじゃ。そういうことなら乗らせてもらうよ。あたしだって偉そうに語るばっかじゃなくてレベル上げなくちゃな。うん、私も亮からもらったアドバイスも活かしたいし、それに千代の歌声は可能性があると思うんだ。私たちがそれを引き出すきっかけになれたら。心配いらないとは言ってたけど、千代は間違いなく何かを抱えてる。家庭の事情、千歳のこと、憶測でしかないが重大なことだってのは確かだろう。さらけ出してくれりゃ理解できるかもしれないけど、こういうのは無理に暴き立てるもんじゃない。それとは正反対で、凛はまっすぐだ。歌に対しても誰かに対してもひたむきに、常に上を、新しい場所を目指してる。けれど誰もが常にまっすぐであれるわけじゃない。その道には覚悟が必要だ。他人を傷つけても進む覚悟が。生き方なんて結局は人それぞれだ。私も私のためにロックに生きるっていう選択をした。私たちはみんな自分の歌しか歌えない。それだけだ。それだけのことのはずなのに。なんだこれ。なんでこんなにイライラするんだ。アイドルは楽しいとお嬢様に尋ねられた時のこと。楽しくないと言えば嘘になる。そう答える自分がいた。そんな自分に驚いた。不明瞭な感覚にとらわれたまま、それでも時が動き出している。認めたくはないけれど、それは確かだった。動揺する私にお嬢様は優しく微笑んだ。すみません、お嬢様。違うのです。私はあなたを置いていきません。私は変わりません。だからどうか私を置いて変わらないで。
2人とも今日からよろしく。改めて一緒に頑張ろう。ああ、やるからにはどんな難題でも本気でものにしてやるよ。妥協はなしだ。いいな。はい。リーナから聞いたよ。千代もバンドの練習で合宿したことがあったんだよね。レッスン中に何か意見があればいつでも言って。意見など差し挟みません。私はただしかるべき仕上がりになるよう努めるだけのこと。合宿っていうのは一番近いところで仲間のことを感じられるんだ。だから3人で高め合おうね。ああ、この人も同じ目をしている。星に自由な輝きを見た。彼女たちと。トレーニングを繰り返す中で間違いなく良くはなってるよな。うん。でもまだ何かが足りない気がする。これじゃあ今までと同じ。もっと何か。本日のレッスンはこれで終了ですね。お疲れ様でした。ねえ、千代からも何か意見もらえないかな。何でもいいからさ。私の意見など聞いたところで意味もなければ進展もありません。いいからいいから、ちょっと気になったことくらいあるだろ。なんかよくわかんないけど感じるものがあったとかさ。言語化できていないものを求めても言葉になりません。時間の無駄でしょう。適切な声量と適切な音程、それが歌では。以上です。また明日よろしくお願いします。また明日って自分も同じ部屋だってこと忘れてんのかね。いっつも先に部屋戻ってるし、あたしらが部屋戻った時にはもう寝てるし。千代、大丈夫かな。無理してやってる感じがする。やっぱり千歳のことが。まあ、あいつにも抱えてるもんがあるんだろう。そこは汲んでやろうぜ。うん。ないで。置いて。行かないで。北条様。あれリン、早朝ランニングか。熱心じゃないか。うん。午後から強い雨になるって言うし、それに千代のこと考えてたら動きたくなって。踏み入らない方がいいこともあるかもしれないけど、このままじゃいけないと思う。だから今日ちょっと話してみるよ。嫌われたって構わない。私は千代と歌いたい。そうか、嫌われたってか。お待たせしました。洗濯が必要な衣類はこの程度かと。うん。じゃあしけちゃわないうちに洗っちゃおう。雨も降ってきたし。うん。
今日のレッスンは割と手応えあったな。千代はどうだった？どうとは、日を重ねるごとに精度は上がっているとは思います。りょうさんと同意見です。それ以上は特に。千代、私たちと一緒に歌おうよ。言葉の意味がわかりません。歌っていると思います。もう何度も。ただ声を出して歌うだけじゃなくて、心の底から歌うんだよ。歌ってそういうものでしょ。思いをメロディーに乗せるんだ。それをお互いにしようって。そういう意味でしたか。ですが、私の歌には意味もなければ価値もありません。乗せる思いなどありませんから。あの方の幸福だけが私の望み。それ以上のことはなく、ましてやそれは歌に乗せるものではない。千代が何か大変な人生を送ってるのは知ってるよ。でもだからこそ前を向かなきゃ。何を？千代の歌声、あのフェスのステージでの歌声が気になったんだ。あれから何度も聞いて思ったよ。押し殺してる何かがあるんじゃないかって。千歳のことだけだなんて言わないでさ。千代の望みを私たちに聞かせてよ。私たち同じ事務所のアイドルの仲間でしょ。支え合えばどんな壁だって。仲間ですか。そういったくくりに私を無理やり入れないでください。無理やりってそんな。仲間など、新しい支えなど、望みなど、私には不要です。失って、苦しんで、私の人生はすでに終わったのです。もう何も求めたくない。何も望みたくない。望まなければ失わない。そう望むのはいけないことなのでしょうか。千代、前を向けと。顔を上げればそこに光があると。随分な物言いですね。これまで光に包まれて生きてきたものの、失うこともなく普通に生きてきたものの、傲慢です。そうかもしれない。千代の言う通りかもしれないけど、確かに分かってあげることなんてできないかもしれない。人の抱えるものは人それぞれ。それでも私は千代と一緒に歌いたい。一緒に歌いたい。歌ってあげようかの間違いでは。誰かを救って越に入りたいのなら、私以外の人で、私の知らないところでどうぞ。違う、そんなつもりじゃ。お前たちはいつもそうだ。善良で温かく、いつも優しくて正しい。そして無自覚なままに差し伸べる手で私を傷つける。家族を失い、雪の中に佇む孤独がわかりますか？唯一の友人が失われると分かっている恐怖がわかりますか？あの苦しみを知らず、
よく言えたものだ。絶望の淵すら知らず、奪われる冷たさも知らないお前たちと、光の中で悠々と生きてきたお前たちと一緒に歌う歌など私にはない。残された安らぎの中に土足で踏み込まないでください。お願いですから、もう放っておいて。おい千代、どこへ？外はもう嵐だぞ。リン、追いかけ。リン。反論できなかった。千代の言う通り、私は普通に幸せに生きてきたから。私じゃ千代に届けられないのかな。一緒に歌って楽しいって輝きを見たと思ったのに、千代にとっては何もしないことが幸せなのかな。よくやったよ、リン。覚悟を持って見事嫌われたってわけだ。でも諦めるにはまだ早いんじゃないか。しまい込んだままじゃ生き方を選ぶことすらできない。あいつの胸の内をさらけ出してやれるのは私たちだけだろう。それに届かないなんてことないよ。少なくとも届いたぜ、私の心にさ。だからまだだ。そうだね。行こう、千代のところへ。プロデューサー、一緒に来て。私たちも一緒に行く。だって千代を追い詰めたのは私たちだから。それに千代は仲間だから。ここでのんびり待ってるわけにはいかないんだよ。私たちは仲間を連れ戻しに行くんだ。ああ。どうして追いかけてきたのですか。この時間も先ほどのような問答も不毛でしょう。お二人はお二人の望む歌を好きに追求していればいい。言ったはずです。もう放っておいてくださいと。あなた方がそうするだけで私の平穏は保たれる。それなのにどうして聞いてくれないのですか。それは私は正直さ、それも仕方ないと思ってたんだ。やめたければやめればいいとも思ってたんだよ。その方が幸せだろうって。誰も彼もが光を浴びて夢を叶えて生きていけるわけじゃない。目を背けることも一つの生き方だ。ならなのクソくらえだ。なあ、怖いよな千代。たかが一歩だろうが踏み出すのは怖いに決まってる。私にも覚えがあるよ。
敷かれたレールに乗ってお仕着せの服を着てそこにとどまることが幸せだって自分に言い聞かせてた。けどそれをぶち破ってくれたのが歌だった。ロックは私を自由にしてくれた。だから私はお前を放っておけない。ここでお前から目を背けたら私は私のロックに目を背けることになる。リンのおかげで思い出したぜ。家を飛び出した日の夜、月を見上げて歌った一曲がそれまでの人生で一番純粋でとびきりのロックだった。挫折して失って苦しんで繰り返すうちに言い訳だけが体に染みついてく。私だってそうさ。大人になっちまった。それで千代の言い訳はお嬢様のためか？踏み出す恐怖から目をそらせば歌は鈍る。そりゃ一緒に歌ってもしっくりこないわけだぜ。黙って聞いていれば知ったような口ばかり。私はさ、信じてるんだよ。歌の力ってやつを。歌が見せてくれた光よ。お前にだって見えたはずだ。目をそらすことなんてできないはずだ。あの舞台の輝きをお前はもう知ってるだろ。見えてないふりをしてたってもうそいつは消えちゃくれないぜ。ステージで見る光ってのはそういうものだからな。やめろ。私の心を勝手に語るな。そんなことで知った風に何もわからないくせに。ああ、わかんねえさ。だから叫べよ千代。押さえつけて否定して何もかもを取り上げたこのクソったれな世界に奪われたままで悔しくないのか？少なくとも私は悔しかったね。そのままでいいのかよお前は。ああ、構わない。停滞したまま移ろわぬ日々を過ごし、いつか終われるのならばそれで。本当にそう思ってるならいい加減こっち見ろ。私らの目を見てその言葉を吐いてみろよなあ千代。うるさい、うるさい。こんな世界でどうして輝きなど見ようと思う？どうしていらぬ絆を結ぶ？どうして前など向けようとするんだ？お前たちのせいだ。すべてお前たちの。私たちは永遠の泥濘を過ごしていたいだけだったのに。それなのにお前たちが奪っていく。いつかは陰るということを隠して無責任に光を見せてさも導いているかのように。私に残されたただ一つのよすがを、私たちのささやかな安らぎを、それで満足か？踏み込んで壊して奪って。私は光など見たくなかった。見せられたくなかった。私はこんな気持ちに気づきたくなかった。私は
私は生きていくしかないのか。この奪われる世界で失いながら生きていくしかないのですか。千代、聞かせてくれたな、本当の言葉。行こう。きっと明日にはこの嵐も過ぎ去るから。今は冷えた体を、心を温めよう。今までで一番良かったと思う。千代の声も亮の声もすぐそばで感じられた。千代、指導の方もおっしゃっていましたが、以前よりも良い仕上がりかと。私も今までで一番だったでしょうか。自信持てよ。自分の意見だろ。合宿の結果ちゃんと残せたじゃないか。あとはこの成果を披露する場が欲しいとこだけど、それは都合が良すぎるか。まあ今日は最終日だし、ひとまずお疲れさん。お疲れ様でした。どうしたのたくみん。いや、あの3人だよ。なんかこう合宿前と雰囲気違くねえか。確かに。何かあったのかな。音楽性の違いで解散の危機みたいな。またそれですか。聞いてた？いやいや、だってさ、合宿といえばねえ、ぶつかり合って絆を深めて。懐かしいね、千代ちゃん。あなたたちとは衝突というほどのことをした記憶はありませんが。まあちょっとね。合宿のおかげで一歩進めたかはまだわからない。でもきっかけになったのは確かだよ。ああ、だから心配しなくていいぜ。ほら、匠とリーナは仕事とかあるんだろ。行ってこいよ。ま、深入りはしねえさ。亮は私との仕事もあるの忘れてねえよな。わかってるって。またな、匠。それじゃまたね。あの時は申し訳ありませんでした。特にリンさんにはひどいことを言ってしまったと。もう大丈夫だってば。前も謝ってくれたでしょ。それにいいんだ。私は否定してくれる人に出会わなさすぎたんだよ。それも恵まれてはいたんだろうけど、
千代の言葉は私に足りてなかったものだった。それから歌はそんな相手に届けてこそ。前に言ってくれたのもそういうことだよね、亮。ああ、叫んでぶつけて届ける、そんな歌をな。さて、釘も刺されたことだし、匠との仕事の準備をしてくるか。じゃあな、合宿楽しかったぜ。これで終わり。熱いライブだったな。こういう客と近い箱もなかなかいいじゃねえか。ああ、私にとっちゃ懐かしさが勝るけどな。むき出しの刃みたいだったあの頃の私を思い出すよ。やっぱ亮はそうじゃねえとな。なんだ、やっぱり気づいてたのか。凛や千代に過去を重ねて何もできなくなってた。それは私が大人に近づいてたからだ。俯瞰の視点を否定するつもりはない。それだって培ってきて手に入れた私自身だからな。大事な一部だ。だけど一番大切にしてたのは、ここで仲間たちと叫んでたあの頃の気持ち。殻も抑圧も全部ぶっ壊してやるっていう思いだ。押し込められて決められた場所にとどまってるだけじゃない。先に進んでいく強い意志、ロックの心。それを私は忘れかけてた。けどあいつらとなら取り戻せる気がする。あの頃の衝動を。そうか。だから今日の歌は昔みてえな激しさがあったんだな。いいじゃねえか。思いっきりぶちかませよな、亮。あいつらとその声でこの世界に喧嘩売ってこいよ。ああ、私たちの歌でな。プロデューサー、今後の相談なんだけど、もっと歌を高めたい。挑戦したいんだ。仕事を選ぶわけじゃないけど、じっとしてられなくて。千代と亮と3人でならもっと強い衝動を歌える気がするんだ。今回の合宿でそう思ったから。だからそっか、やっぱりプロデューサーだね。なんかさ、プロデューサーさん嬉しそうじゃなかった？リーナ？っていうか聞いてたの？あ、ごめん、通りかかったら聞こえてきちゃって。まあいいよ。それよりプロデューサーが嬉しそうって？なんていうか、りんちゃんちょっと変わったかなって。私が変わって嬉しい？どういう意味？なんかりんちゃんってもともとガツガツしたタイプではあったけど、ストイックっていうかさ、職人って感じだったじゃん。でも今のりんちゃんはちょっとわがままみたいな。結構ロックっていうか、そ
れがプロデューサーさんにとっては嬉しい変化だったんじゃないかな。まあよくわかんないけどね。わがままか。正しいことを正しく主張するだけじゃなくて、私の意見、私の望みを、私のわがままを伝えること。覚悟を持ってぶつかり合うことで生まれるものだってある。絆、意志。昔も今も思い返せばそうだったな。やっぱ仲間はそうじゃなくちゃ。仲良くしてるだけじゃロックじゃないよ。それにぶつかり合って生まれたものはスペシャルだからね。ぶつかり合って高め合うライバル。うん、私たちらしい。私はとどまっていたかった。たった一歩を踏み出すことがどうしようもなくできなかった。今でさえ踏み出せているのかわからない。世界、断り、人、光、それらに対する怨嗟は吐き出しても、私の道しるべは見失ったまま。お嬢様は変わっていく。変わらないでほしい。そう願う自分がいる。でも同じぐらい千歳ちゃんの幸福を望む自分がいる。たとえ言い訳と言われても、それは私にとって一つの幸福、人生の意味だった。そして今置いていかれた私は誰にも手を差し伸べられることもなく、一人ならばこのまま静かに目を閉じていたい。光などにまぶたを焦がされたくない。それでもそう、目を閉じようとしてもジオ、目を開かされる。おそらくはもう光から目を背けることはできないのだろう。私はプロデューサー、お疲れ様。言われた通りリョウと千代も連れてきたけど、話ってへえ、準備しといてくれたのか。今の私たちにふさわしいものになってんだろうな。この3人で歌えと。あの合宿であったことをお前も見ていたはずでは。ドラスティックメロディ
へえ、いい曲名じゃないか。メロディー聞きたいな。デモがあるんだったら聞かせてよ。私たちの中にある思いをこの詩に乗せて世界にぶつけるのか。面白そうだ。うん、私は好きだな。千代はどう？言葉など誰かに作られ与えられた言葉など偽りに過ぎません。これを私が歌うことで何かが変わると思うのなら勘違いも甚だしい。そっか。けれどそれでも構わないのであれば私も歌います。お二人と共に。よし、じゃあリン、チヨ、これからはユニットのメンバーとしてよろしくな。ユニットはなんて名前にするんだ？シリウスコード。シリウスって星の名前か。いいね。意味はこれから私たちで見つけていこう。この曲を歌う意味と一緒に。はい。ここのパートなんだけどさ、もう少し突き抜けるように歌った方がいいと思う。ああ、声の伸びをもっと大事にしたいところだ。それとさっきのハモリは微妙だったな。声量が少しばらけてるのが気になるから全体的に底上げしていかないと。あとは私からも。千代の意見だもん。意味はあるよ。言ったでしょ、何でも言ってって。はい。先ほどのテイクは私の声量が過剰だった自覚があります。次はフェスん時はどうなるかヒヤヒヤしてたけどよ、なかなか白衣感じになってきてんじゃねえか。心配いらなかったみたい。まだちょっとぎこちないかもしれないけどステージに立ったらきっと一つになれるよ。やっぱ歌はハートに響いてくるもんだし。いいこと言うじゃねえか。まあ特にあいつらはな。あの歌声の圧を聞いて思ったけどよ、建前がどうあれ心の底から叫びてえやつらなんだろ。研ぎ澄ました歌はあたしらの武器、あたしららしい世界との戦い方。同じアイドルとして負けてらんねえな。じゃあ早速プロデューサーさんにお願いしに行こっと。私ももっともっと歌いたいって。おめえ調子に乗んなよ。なんで？もうすぐ出番だね。はい、準備は滞りなく。かましてやろうぜ。はい。青星のように瞬いて輝く。たとえ泥臭くても嫌われようとも構わない。限界なんて壊すくらい吠えて響かせてやる、私たちの声を。
と思い返せば色々とあって、合宿を経て私たち3人はようやくユニットに、仲間になれたんです。でもライブ一つで歌を響かせたくらいじゃまだまだ満足はしてないさ。こいつらだって同じだと思うぜ。はい、もっともっと歌いたい。今はそう思っています。なんだ千代、すっかり黙って。緊張してんのか？そのように受け取られるのは心外ですが、まあいいです。私の言葉などにページを割かぬようお願いします。このユニットを語るにはお二人の言葉だけで十分ですから。はあ。そう、3人でシリウスコードだ。この3人で次の場所を目指すぜ。誰かに届けられるよう歌い続けるんだ。私たちの思いと生き様を歌に乗せる。だからこれからも聴いて応援してください。私の胸中は変化しているようで変わらない。まるでこの街のようだ。やはり歌うだけでは何も変わらない。生きる意味など見つかるはずもない。いいんじゃないか、それで。こんな雑踏での声を拾われるとは。耳はいいんだよ。私は答えに向かっていくだけが人生じゃないと思うぜ。答えを探して泥臭く這いずり回るのもまた人生だろ。見つからないのはもどかしくて苦しくて道しるべを見失って折れそうになることもあるだろうけど、ひとまずは生きてみないか、この歌と一緒にさ。私たちも付き合うから。これ私たちへのファンレター？ライブからそんなに日も経ってないのに嬉しいな。新しいユニットで新しいアプローチもあったからな。賛否両論あるだろうけど、これは歌が届いたっていう証でもあるわけだ。私宛てのものもあるのですか。本当に物好きな方もいるもの。シリウスコードユニット箱推しです。箱推しとは？ああ、推しは一押しって意味だよ。めちゃくちゃ好きなものを応援したい時とかに使う感じかな。で、箱推しっていうのは誰が一番とかじゃなくて、メンバーみんなめちゃくちゃ好きって感じ。なるほど。推しか。業界用語というわけですね。早速あたしら全員押されてるって嬉しいことじゃねえか。つかリーナに匠来てたのかよ。
いやー、なんか盛り上がってたみたいだから気になってさ。おいおい、目的見失ってんじゃねえよ。ライブ成功の祝杯あげ忘れてたと思ってな。ありがとう。でもそんなに気にかけてくれなくてもいいのに。こちとらユニット結成前から見てきてんだぞ。細けいことは気にしないで祝われとけって。パーッと焼肉でも食いに行こうぜ。なんか妙に嬉しそうだけど。そりゃおめえダチの新境地だからな。うまくいってなきゃ心配するし、大成功すりゃバカ騒ぎ当然だろ。ダチ。友達って意味だよ。友を略す意味は？細っけいこと気にしてんじゃねえよ。知らないこと、知りたくないことばかり。あなたたちは教え、与えてくる。そうやって、いやおうなく変えられてしまう。私の人生。思い返せば、いつもそうだった。私の人生は、その繰り返しだ。奪われて、失って、そして、与えられる。はあ、そうか。かつては、お嬢様に与えられ、変えられて、今は、あ、プロデューサー。もしかしてなんだけど、合宿の時、その前からユニットのことを考えてた？何を他人行儀になっているのですか？お前も共に歩んでいく責務があります。プロデューサー。ん？あ、3人で間抜けな顔をしないでください。プロデューサーとして叱るべき仕事をしてください。ほうけることが許されるほど暇なのですか？プロデューサーという職務は。そうだよ、プロデューサー。新しいお仕事に挑戦続けていくんだから。ああ、休んでる暇なんてねえぞ、プロデューサーさん。すべてが失われていく日々の中で、生きる意味などあるとは思えないが、歌には意味があるのかもしれない。